第二次ネオジオン戦争、ベータ世界線、アクシズが落ちた世界で、シャアは勝者となり、そして地球圏は一つではなくなった。ベータ世界線、年譜、UC0093 年3月12日、アクシズ落下阻止、失敗。アクシズの一部は分断されるが、主質量部が地球圏へ落下。地球環境は大規模に悪化し、アムロレイは行方不明。シャア・アズナブルは生存し、ネオジオンは作戦成功を宣言する。UC0093 年後半、地球各地で寒冷化、食料不足、都市機能の麻痺が始まる。地球連邦政府は首都機能を喪失し、月、ルナ2、各サイドの残存官僚と軍部が独自に行動を開始する。UC0094 年、シャアは地球圏臨時再編宣言を発表。全人類の段階的宇宙移民化を掲げるが、地球難民の受け入れをめぐり、各サイドが反発。ネオジオン内部でも理想派、強硬派、現実派の対立が表面化する。UC0095 年、地球連邦残存軍、月面都市、アナハイム系企業、中立サイドが水面下で連携し、反シャア包囲網を形成。地球では反ネオジオン系の旧国軍閥が各地に出現する。UC0096 年、本来ならダグラスの箱をめぐる事件が起きる時期、ベータ世界線では箱は連邦の正当性を揺るがす切り札ではなく、崩壊しかけた連邦を再統合するための最後の政治爆弾として扱われる。ミネバラ・オザビはシャア体制とも旧連邦とも距離を取る。第3の正当性として浮上する。UC0097 から99年、シャア政権は地球難民の宇宙移送を進めるが、輸送能力、コロニー収容力、食料配給の限界に直面。ネオジオン占領下のサイドでも不満が増大し、各地で反乱が発生する。UC100 年、ジオン共和国自治権返上どころではなく、地球圏はシャア派ネオジオン、連邦残存政府、月企業圏、中立サイド連合、地球旧国軍閥に事実上分裂する。宇宙世紀は一極支配ではなく多極内戦期に入る。UC0105 年、本来ならマフティー動乱が起きる時期、ベータ世界線ではハサウェイノアは反連邦ではなく反シャア、反ネオジオン系の地球救済運動へ傾く。彼にとってシャアはクエスを奪った男であり、地球を壊した男であり、父ブライトを敗戦の象徴にした男となる。UC0110 年代、小型モビルスーツ開発は史実より早まる。大規模艦隊を維持できない各勢力が低コスト、高機動、局地運用可能な小型モビルスーツを求めるためである。サナリー、アナハイム、月企業圏、サイド独立軍が競って次世代機を開発する。UC0120 年代前半、後のコスモバビロニア建国運動に相当する貴族主義勢力は、ベータ世界線では腐敗した連邦への反発だけでなく、シャアの破極的平等主義への反動として台頭する。彼らは混乱した地球圏に対し、血統、秩序、選別による新体制を掲げる。序章、アクシズ落下後、シャアは世界を変えた。だが、世界は彼の思い通りには変わらなかった。アクシズ落下が成功した瞬間、軍事的にはシャア・アズナブルの勝利である。地球連邦は地球を守れず、ロンドベルは阻止に失敗し、アムロレイは帰還しない。これだけを見れば、第二次ネオジオン戦争ベータ世界線はネオジオンの完全勝利に見える。だが、後年の歴史家はこの勝利を別の言葉で呼ぶ。成功した破局。シャアは地球中心の秩序を破壊した。しかし、秩序を破壊する力と新しい秩序を作る力は別である。彼は連邦を裁いた。だが、その瞬間、彼自身が裁かれる側にもなった。なぜなら、アクシズ落下後に現れたのは理想的な宇宙移民社会ではなかったからだ。現れたのは寒冷化する地球、押し寄せる難民、受け入れを拒むコロニー、分裂する連邦軍、自己保存に走る月企業、そして勝利したはずのネオジオンの行政能力不足だった。シャアは戦争には勝った。だが戦後処理という議連もアマーンも完全には越えられなかった地獄に踏み込むことになる。第1章 UC0094 年、シャア政権の成立。勝利者は最初に行政官へ落とされる。UC94 年、シャアは地球圏全体へ向けて地球圏臨時再編宣言を出す。その内容は表向きには明快だった。地球中心時代の終焉、全人類の宇宙移民化、サイド自治の拡大、地球環境回復までの暫定封鎖、
球連邦高官の責任追及、そしてネオジオンを中心とする新しい地球圏評議会の設立。演説としては美しい。しかし政策としては最初から矛盾だらけだった。地球から人を挙げるには輸送船が必要である。受け入れ先のコロニーが必要である。食料、水、医療、治安維持部隊、機動管理、難民登録、感染症対策、反乱鎮圧、すべてが必要になる。ところがネオジオンは戦闘組織としては強くても地球圏規模の行政組織ではない。シャアはサザビーで戦場を制圧できる。だがサザビーでは食料配給はできない。レイルーラ艦隊で敵を威圧できる。だが艦隊では数億単位の避難民も管理できない。この時点でシャアの勝利は早くも重荷へ変わり始める。彼は人類を宇宙へ上げたかった。だが現実に彼に突きつけられたのは、誰を先に救い、誰を地球に残すのかという最も残酷な行政判断だった。第2章、連邦残存軍の再編。敗れた国家は亡霊として残り続ける。アクシズ落下によって地球連邦政府は大打撃を受ける。だが国家というものは首都が壊れたからといって即座に消えるわけではない。月には官僚が残る。ルナ2には軍備が残る。各サイドには駐留部隊が残る。アナハイムとの契約網も残る。補給、通信、金融、保健、軍需、役所の書類まで残る。つまり連邦は滅びるのではない。分裂して残る。UC0094 年以降、連邦残存勢力は大きく3つに分かれる。1つ目はスキルナ2系の正統連邦残存政府。彼らは自分たちこそが正式な連邦政府だと主張し、シャアを人類史上最大級の戦争犯罪者として告発する。2つ目は地球上の救国軍閥。彼らは地上住民の救助と治安維持を掲げるが、実態は地域軍閥に近い。食料庫、港湾、打ち上げ施設を抑え、地球難民の生殺与奪を握る。3つ目はロンドベル残党を中心とするアムロ派抵抗勢力である。アムロ霊の遺体が確認されていないことは、敗れた連邦にとってむしろ都合が良かった。彼は敗者ではない。帰らぬ守護者である。シャアに敗れた男ではなく、最後まで地球を守ろうとした男である。この神話は、後の反ネオジオン運動に深く利用される。シャアが地球を裁いた男なら、アムロは地球を見捨てなかった男になる。戦場で敗れたアムロは、政治的偶像としてシャアの前に立ちはだかる。第3章 UC0096 年、ラプラスの箱は連邦を壊す爆弾ではなくなる。生死に近い流れなら UC0096 年にはラプラスの箱をめぐる事件が起きる。だがベータ世界線ではその意味が大きく変わる。なぜなら連邦はすでに反壊しているからだ。本来ラプラスの箱は地球連邦の正当性を根底から揺さぶる政治爆弾である。しかしベータ世界線では地球連邦の権威はアクシズ落下ですでに砕かれている。では箱は無意味になるのか。ならない。むしろ逆である。箱は崩壊しかけた連邦残存勢力にとって新しい正当性を作り直す最後の材料になる。連邦は初めから間違っていた。だからこそ新しい連邦を作らなければならない。地球中心でもシャアの恐怖政治でもない。第3の地球権検証が必要だ。この論理が生まれる。ここで浮上するのがミネバラ・オザビである。彼女はザビ家の血を持ちながらハマーンのような急増国家の女王でもなく、シャアのような破局の総帥でもない。シャアのネオジオンから見れば危険な正当性であり、連邦残存勢力から見れば利用したい象徴であり、中立サイドから見れば交渉可能な旗印である。ベータ世界線の UC0096 年はユニコーン的な箱の開示ではなく、シャア体制、連邦残存政府、ミネバ派中立勢力による三つどもえの正当性戦争になる。ここでの争点はもはや過去の秘密ではない。誰がアクシズ後の地球圏を実行支配できるかである。第4章、ネオジオンの内部分裂。勝った組織ほど戦後に割れる。 UC97 年頃からシャア政権内部の矛盾は表面化する。ネオジオンには最初から複数の思想が混じっていた。旧ジオン復古派、反連邦の急進派、シャア個人への忠誠派、スペースノイド解放を信じる理想派、戦争で地位を得たい軍人、そして勝ち馬に乗った現実主義者。戦争中はこれらをアクシズ落としという一点で束ねられた。だが戦争後、
その1点は消える。次に必要なのは、統治である、配給である、交渉である、妥協である、旧連邦官僚の再雇用である、月企業との契約である、地球難民の受け入れ割り当てである。こういう退屈な現実は、革命組織を内部から腐らせる。強硬派は言う。逆らうサイドは、連邦残党として制圧せよ。理想派は言う。これでは、議連と同じだ。現実派は言う。旧連邦官僚を使わなければ、行政が回らない。シャアは、この3者の間で、板挟みになる。彼が恐怖で抑えれば、ネオジオンは、ただの独裁国家になる。彼が妥協すれば、彼の戦争の意味が薄れる。彼が何もしなければ、各派が勝手に動き出す。この頃から後年の歴史家が言うところのシャア体制の孤立が始まる。第5章 UC100 年ジオンは返上されず地球圏は5極に割れる。正史であれば UC100 年はジオン共和国の自治権返上が大きな意味を持つ時代である。だがベータ世界線ではそのような整った政治手続きは起きない。地球圏は大きく5つに割れる。第一勢力はシャアハネオジオン、スイートウォーター、旧ジオン系サイド、一部の軍事拠点を抑え、依然として最大の構成能力を持つ。第二勢力は、連邦残存政府、月、ルナ2、一部サイド、残存艦隊を背景に、シャアを戦争犯罪者として非難し続ける。第三勢力は、月企業圏、アナハイムを中心とする企業連合である。彼らは表向き中立だが、実際には両陣営に兵器、補給、情報を売る。第四勢力は、中立サイド連合。シャアにも連邦にも完全には従わず、自治と安全保障を最優先する。第五勢力は、地球級国軍閥、寒冷化した地球上で、地域ごとに食料、港湾、宇宙輸送施設を抑える軍事政権である。ここで宇宙世紀は、連邦一強の時代でも、ジオン独立戦争の時代でもなくなる。多極化した地球圏内戦の時代になる。この世界では、戦争は大規模海戦よりも、輸送路、食料拠点、コロニー港湾、月面都市、資源衛星をめぐる局地戦へ移っていく。つまり、アクシズ落下は戦争を終わらせない。戦争の多極化を招いただけだった。第6章 UC0105 年ハサウェイノアは何になるのか。このベータ世界線で最も変わる人物の一人がハサウェイノアである。生死に近い流れではハサウェイはやがてマフティーとして反連邦活動に身を投じる。だがベータ世界線では彼の憎悪の向きが変わる。なぜなら彼にとって最大の傷は連邦の腐敗ではなくシャアが起こしたアクシズ落下になるからだ。クエスを奪った男、アムロを消した男、父ブライトを敗戦の指揮官にした男、地球を壊した男。ハサウェイにとってシャアは思想家ではなく人生の破壊者になる。UC0105 年ハサウェイは反連邦のマフティーではなく反シャア反ネオジオンを掲げる地球救済運動の若き指導者として浮上する可能性が高い。ただし彼が清廉な英雄になるとは限らない。地球救済を掲げながら彼はテロも行う。ネオジオンの輸送船を襲う。月企業の密約を暴く。連邦残存政府の腐敗も攻撃する。中立サイドの難民拒否にも怒りを向ける。つまり彼はシャアに反対するが連邦にも従わない存在になる。これは非常に皮肉である。生死のハサウェイは連邦の腐敗に起こる。ベータ世界線のハサウェイはシャアの勝利が生んだ世界に起こる。どちらの世界でも彼は大人たちが作った戦後に納得できない。第7章モビルスーツ開発史の変化。小型モビルスーツ時代は早く来る。ベータ世界線ではモビルスーツ開発史も変わる。理由は簡単である。大規模艦隊を維持する余裕がどの勢力にもなくなるからだ。地球連邦が健在だった時代は大型艦艇、大型モビルスーツ、巨大基地、長大な補給線を維持できた。だがアクシズ後の多極化世界では各勢力はもっと小さく、安く、整備しやすく、局地運用しやすい兵器を求める。そこで小型モビルスーツの開発が史実より早く進む。サナリー系の小型高性能機、アナハイムの低コストな輸出機、ネオジオンの軽量サイコミュ実験機、中立サイドの防衛用簡易モビルスーツ、地球級国軍閥が使う旧式回収機。こうして UC0110 年代には15メートル級に近い小型モビルスーツが各地で試験運用される。
この変化は重要である。正史では小型モビルスーツ化は連邦の軍事技術史の流れとして語られる。だがベータ世界線ではもっと切実だ。貧しくなった地球圏が大型モビルスーツを維持できなくなったから小型化する。これは技術革新であると同時に衰退の産物でもある。第8章 UC0120 年代コスモバビロニア的秩序の早期台頭。 UC0120 年代に入ると地球圏では新しい思想が台頭する。それは民主主義でも連邦主義でもジオン主義でもシャアのニュータイプ思想でもない。秩序を作るには選ばれた者が支配するしかないという思想である。後のコスモバビロニアに近い貴族主義はベータ世界線では史実より強い説得力を持つ。なぜなら人々はすでに見てしまったからだ。連邦の腐敗、ジオンの独裁、ハマーンの内戦、シャアの破局、そして多極化した地球圏の終わらない局地戦。この混乱の中で貴族主義者たちはこう語る。平等は群衆を堕落させた。大衆政治は地球を壊した。連邦もジオンも民衆に迎合した結果破局を招いた。ならば責任ある血統と規律を持つ者が地球圏を導くべきだ。これは危険な思想だが荒廃した時代には魅力を持つ。特に中立サイドの富裕層、月企業の一部、戦争疲れしたコロニー市民は秩序を求めてこの思想へ傾く。つまりベータ世界線ではコスモバビロニア的な勢力は単なる反連邦貴族主義ではない。シャアの破局的革命への反動として現れる。シャアが人類を強制的に宇宙へ上げると主張した後、彼らは宇宙に上がった人類を誰が選別し誰が統治するのかと問い始める。この時宇宙世紀はまた別の危険な時代へ入る。第9章シャアの晩年あるいは失脚。ではシャア本人はどうなるのか。このベータ世界線でシャアが長く安定統治を続ける可能性は低い。理由は3つある。第1に彼の勝利はあまりに血塗られている。どれだけ理念を語っても地球を壊した責任は消えない。第2にネオジオンの行政能力が不足している。彼の軍は戦争には勝てるが地球圏全体を統治するには小さすぎる。第3にシャア本人が妥協型の長期統治者に向いていない。彼は状況を見抜き人々を動かし戦争を設計することには長けている。だが泥臭い利害調整、税制、配給、企業交渉、難民行政を何十年も続けるタイプではない。そのため UC100 年代後半から110年代にかけてシャアは3つの道のどれかへ向かう。1つ目は暗殺、地球難民、連邦残党、旧ジオン強硬派、月企業。どの勢力にも動機がある。2つ目は失脚、ネオジオン内部の現実派が彼を象徴として棚上げし実務政権を作る。3つ目は自ら退く、自分の勝利が理想郷を生まなかったことを悟り総帥の座を誰かに渡して姿を消す。どの道を選んでもシャアは最後まで完全な勝利者にはなれない。彼は地球圏を変えた。しかし変えた世界を幸福にすることはできなかった。後年の歴史書は彼を英雄とも悪魔とも書くだろう。だが最も冷静な評価はおそらくこうである。シャア・アズナブルは連邦の虚栄を暴いた。だがその虚栄を壊した後に必要な現実を最後まで引き受けきれなかった。終章ベータ世界線の宇宙世紀は静止より早く連邦後の時代へ入る。アクシズ落下が成功した世界で最も大きく変わるのは連邦の寿命である。正史では連邦は腐敗しながらも長く残り続ける。 UC0105 年 UC0123 年その先まで弱体化しながら制度として残る。だがベータ世界線では違う。連邦は UC0093 年に致命傷を負い UC100 年頃には地球圏唯一の中心ではなくなる。その代わりに現れるのはシャアによる統一国家ではない。ネオジオン、連邦残存政府、月企業圏、中立サイド連合、地球旧国軍閥、ミネバ派正統性勢力、反シャア運動、そして貴族主義勢力。宇宙世紀は単一の大きな敵と味方の時代から無数の小さな正義が衝突する時代へ入る。その意味でベータ世界線のアクシズ落下成功はシャアの勝利であると同時にシャアの敗北でもある。彼は地球中心の時代を終わらせた。だがその後に来たのはニュータイプの理想郷ではなかった。来たのは連邦なき宇宙世紀の戦国時代である。そして後年の軍事評論家はこう結論するだろう。
第二次ネオジオン戦争において、シャアは作戦に勝ち、連邦を破壊し、人類史の進路を強引に変えた。しかし、彼が本当に望んだはずの人類の革新は、アクシズの落下では訪れなかった。なぜなら、人類は地球に縛られていたのではない。地球でも宇宙でも、結局は自分たちの恐怖、利害、権力欲に縛られていたからである。シャアは連邦を落とした。だが、人類の業までは落とせなかった。チャンネル登録、高評価お願いします。